で、こういうところで買うっていうのは、例えて言うならば、来週新しい家電製品のモデルが出ると分かっているのに、今日古いモデルを定価で買うようなもんです。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、高値掴み、安値掴みを防ぐ方法。高値掴みや安値掴みが癖になってしまって、なかなか抜け出せないという方いるかと思いますが、これを繰り返しているとですね、投資でもトレードでも一生勝てません。なんですが、今回紹介する3つの点を意識することで、高値掴み、安値掴みを防ぐことは可能です。今回は高値掴み、安値掴みをしてしまう原因と、その解決方法3つを紹介したいと思います。はい、早速本題の方に入っていきたいと思いますが、まずは高値掴み、安値掴みが生まれてしまう原因についてお話をしていきたいと思います。で、個人的には8割方これだと思っていまして、それがこちらです。はい、皆さん FOMC ではありません。FOMO と言います。FOMO というのは Fear of Missing Out の略で、日本語で言うとチャンスを逃すことに対する恐怖であったりとか、置いていかれる恐怖といったことになります。で、チャートを見たらものすごい勢いで相場が上昇している。で、SNS とかで100ピップス取りました、200ピップス取りましたっていう投稿を見たりすることで、自分は全然そんな値幅取れてないなっていう風に感じてしまってですね、焦って高値で入ってしまう。多くの方が経験あるんじゃないかなという風に思います。はい。で、初心者の頃の思考っていうのは、僕自身もそうだったんですけども、上がっている相場を見ると、まだ上がるだろうっていう風に思いがちです。で、相場格言にも、もうはまだ、まだはもうっていうのがあります。もうはまだっていうのは、もう上がらないでしょうって思う段階ではそこは天井にはならないでまだ上昇する。まだはもうっていうのは、まだ下がらないだろうって思う頃にそこが天井になるということを表した格言です。非常に言えて妙だなというふうに思います。で、初心者を脱するための一つの視点の転換として、上がってる、じゃあ利益確定が入るかもっていうふうに考えられるかどうかは一つ重要なポイントだと思います。で、相場っていうのは新規にポジションを立てるだけではなくて、解消でも動きます。上昇トレンドの場合であれば、買い手がそれまでに蓄積した買いポジションを利益確定することで下がります。いくつか例を紹介していきたいと思います。今表示しているのはドルインデックスの週足チャートです。下段の部分には CFTC、アメリカの商品先物取引委員会が公開している投機筋のポジションデータを表示しています。この緑のバーの部分がドルインデックスのロングポジション、そして紫のバーがドルインデックスのショートポジションを表しています。で、ここの部分を少し見てもらいたいんですけども、ちょうど2023年7月の半ばから8月にかけての動きとなっています。このようにドルが上昇する様子が確認できると思います。じゃあ、投機筋のロングポジション増えてるのかっていうふうに見てみると、むしろ減少していることがわかります。で、またショートの方を見てみても、ショートポジションに関しても減少しているということがわかります。少し手前の部分の動きを見てみると、ここの部分の動きですね、直近この控えていた安値のラインを、ブレイクした動きっていうのが出ています。この時のポジションの様子を見てみると、ここでこう紫のバー、ドルのショートポジションっていうのが一気に増えてるっていうことがわかります。ここのちょうど安値をブレイクしたところです。そしてその後からドルのショートが少しずつ減ってきてるということが読み取れると思います。つまりこのドルの反発っていうのは、ドルのショートポジションが解消されたことによる反発というふうに見ることができます。はい、今表示している図はダウ理論の中にあるトレンドの3フェーズを示したものです。左側が上昇トレンドが継続しているブルーマーケット、強気なマーケット、そして右側が下降トレンドに転じたベアマーケット、弱気なマーケットです。この上昇トレンドから下降展開の転換点にある過熱フェーズとか分配フェーズというフェーズはトレンドの初期から参加しているトレーダーの利益確定が入り始める時期を表します。こちらに関しては動画の後半で深掘りをしていきます。はい。それではここからは高値掴みと安値掴みを防ぐための3つの方法について解説をしていきたいと思います。まず1つ目なんですが、N を意識するという点です。今表示しているのがユーロドルの4時間足2023年6月からのチャートです。今からここに絵を描いていきたいと思います。見ていてください。はい、今チャートに N 字と逆 N 字を書いていったんですが、相場はこのように N 字と逆 N 字を描いて推移していきます。で、こういうのを N 波動って言うんですが、この N 波動がいろいろな時間軸で出来上がってます。で、今表示しているのは4時間足なので、4時間足の N 波動を書いていったんですけども、これが日足であったりとか週足、それから月足といったいろいろな時間軸で出来上がっているということですね。はい。で、終わったチャートでそんなこと言うのは簡単だよって思う方もいるかと思いますが、高値掴みをしている方っていうのは、まずこういう視点を持ててないです。はい。例えばこの部分なんですが、この N を意識できないでこういうところで入ってしまってるということですね。はい。で、ここの動きに関してもそうですね。こういった高値を更新した先のところで入ってしまう。ここに関しては浅い押し目のまま上がっていってしまっているので、実際にはそれほどダメージはないのかもしれませんが、ここの部分もそうですね。こういった急騰の動きが出て、こういったところで飛び乗ってしまうんですけども、その後の押し目形成の場面で含み損になってくる。はい。で、資金管理がしっかりできていればいいんですけども、そうでない場合はこういった押し目を形成する動きのところで、含み損が大きくなっていくのを見て、怖くなって
って撤退してしまうというような経験をしたことがある方もいるんじゃないかなというふうに思います。いずれにしてもこの N の動きっていうのを意識できないでポジションを取ってしまってるっていうことが高値掴み、安値掴みにつながってしまう原因の一つです。N 波動に関してはそれだけを解説した動画を過去に投稿していますので、合わせて視聴してみてください。動画のリンクは概要欄に貼っておきます。続いて2つ目の方法なんですが、シンプルだけど意外と効果を発揮するのがこの半値を意識するという方法です。半値押しにはアルゴリズムが入っているという人もいるぐらい、半値ってめちゃくちゃ意識されます。で、僕自身もそのように考えるうちの一人です。僕らの普段の生活を見てみても、50% オフってやるとお得感感じませんか？スーパーに食材買いに行くとか、デパートで服を買うとか何でもいいんですけど、50% オフって人間心理的にお得感を感じやすい水準だと思います。フィボナッチリトレースメントの 50% 押し戻りというのは非常に有名なテクニカル分析として、知っている方も多いと思います。このように上昇トレンドの場合は、高値を更新した時のその起点の安値と高値を結んで、その 50% 付近というのが大体押し目の候補になりやすいといったような分析方法ですね。はい、これに関しては多くの方が知っていると思いますので、今回は違った観点での半値水準ということで、先週の半値の例を紹介したいと思います。今表示しているチャートは、米国株のナスダック100指数の冷やしチャートです。ここに先週の半値をつないだラインを表示しています。この赤のラインがちょうど先週の半値のラインです。この赤の縦線のところが2023年の開始のポイントを示しているんですが、米国株というと2023年の上半期を通じてですね、非常に力強い上昇を見せた時期でした。で、例えばここの部分を見ていくと、ちょうどこの先週の半値のラインを足がかりとしてですね、このように高値更新が続いているということがわかると思います。このポイントであったりとか、こういったポイントですね、先週の半値のところが意識されていることがわかります。はい。それからここの上昇の部分について見てみても、このように先週の半値のラインっていうのが、この上昇の足場となって、機能していることがわかると思います。相場にはトレンド相場とレンジ相場の2つがありますが、トレンドが発生している時の方が半値は意識されやすいです。で、これも考えてみるとわかりやすいと思うので、一つ例を紹介したいと思うんですが、例えば先週は100円で買えた株が、今週は一気に200円まで上がりました。で、1週間で2倍になったっていうことで、例えば次の週に150円まで下がってきたら、安くなってきたので買ってやろうというふうに思いやすいと思います。しかもそれがトレンド相場であれば、なおさらそのように思いやすいかなというふうに思います。ここまでの話を聞いて、半値の押し戻りは分かったと、N を意識することも分かったと、じゃあもしそこまで戻ってこなかったらどうするんだというふうに思われる方もいるかもしれません。これは先ほども表示したユーロドのチャートですが、例えばこういうところですよね。ここの直近の高値を更新して押し目を形成したんですけども、浅い押し目のまま上がっていってしまった場合ですね。こういう時どうするのかというところなんですが、それはそこまで戻らない場合は自分のゾーンではないとしてやらないということですね。で、それは自分が対応できない相場の動きとして捉えて追いかけないということです。投資もトレードもやればいいってもんではありません。回数が増えても資金は増えませんし、回数が増えることで判断ミスをする可能性も上がります。50% 押しでも 60% 戻りでも何でもいいんですが、ここまで来たらやると自分の取引ルールを決めておき、そうならなかったらやらない。それだけで高値掴みは防げます。あとはこのルールをきちんと守れるかどうかです。続いて高値掴み、安値掴みを防ぐための3つ目の方法です。3つ目の方法は、3波が伸びきった後は手を出さないということです。先ほど紹介したダウ理論のトレンド3フェーズの図をもう一回表示しています。で、ここに上昇トレンドの波の番号を振ってみます。トレンド相場っていうのはこの3波目が一番よく伸びます。エリオット波動理論の中でも3波目が一番長い波になることが多いということが言われています。理由としてはトレンドが始まったということで多くの市場参加者が参入してくるフェーズであるという点に加えて、手前が下降トレンドだったりすると、下降トレンドから上昇トレンドへの転換が起こったために、ショート勢力の利益確定も入り始めるためです。はい。一方でこの部分ですね、4波目の部分になるんですが、3波が終了した後の4波の部分というのは上下に揺れて複雑になりやすいです。で、次の5波の部分は上位足との兼ね合いにもよりますが、通常はそれほど伸びないことが多いです。はい。で、それはなぜかという点なんですけども、このダウ理論の図にある通りですね、このトレンドの終盤というのは利益確定が入りやすいです。で、まず4波目のところに関しては、1波から3波目の上昇トレンドを見た押し目買い勢力と、3波が大きく伸びたことで利益確定をする勢力が拮抗しやすいゾーンです。このゾーンは持ち合い相場ですね。ボックスレンジだったりとか三角持ち合いになりやすいという特徴があります。はい。で、最後の5波目に関しては、すでにトレンドの終盤であるということを認識して、トレンド初期からの参加者の利益確定が入るフェーズであること、すでに高値圏であるということから新規の売り手も入ってくるということで、一般的にはそれほど伸びません。はい。それではここまでの説明をチャートの例で見ていきたいと思います。今表示しているチャートはユーロドルの1
時間足、2023年6月付近の様子です。チャートの左の部分は4時間足、日足レベルでの下降トレンドが続いています。ここの6月頭からの動きを見ていきたいんですが、このような形で1、2、3波と、大きく上昇した後に、このように大きく反落する形となっています。で、これはもともと4時間日足レベルで下降トレンドが続いている中で、このように大きく伸びたポイントというのは、上位足から見た時に売り圧力にさらされやすいというふうに見ることができます。そしてここからの下落がですね、一息ついたポイント、ここの高値をブレイクしたところに注目をしてください。で、今度はこのような1、2、3波の動きが出た後に、今この水色の水平線で示したようにですね、ボックスレンジになっていることがわかると思います。そしてこのボックスレンジを上にブレイクしたところを今度起点として考えると、1、2、3とこのような3波の動きが出て、ここの水色で示した部分ですね。ここは一般的に三角持ち合いというふうに見られたりすると思うんですけども、ここもこのような持ち合い相場になっていることがわかります。このようにですね、3波目が終わった後というのは、ボックスレンジに入ってしまったり、このような三角持ち合いになる可能性というのもありますので、3波目が終わった後の押し目買いには少し注意を払うというふうに意識することができると思います。はい、今回のように上位足が逆方向のトレンドであればあるほど、先ほどお伝えしたように、上位足の戻り売りっていうのが入りやすくなってきますので、こういったところは持ち合い相場になりやすいということですね。特に注意しないといけないのはこういうところかなというふうに思います。このポイントもですね、1、2、3と3波が大きく伸びた後ということで、押し目買いを狙いたくなる局面ではあるんですけども、例えばこういうところで入ってしまうと、その後深く押されてですね、で、今回の場合はその後レンジ相場にも巻き込まれることにもなっています。ですので、このように3波が大きく伸びた後というのは、レンジ相場であったり、こちらに示した三角持ち合いのような持ち合い相場になるっていうことを意識して、そこを抜けてから押し目買いを狙うであったりとか、もしくは方法の2つ目で説明したように、半値っていう水準を意識して、半値の水準まで押してくるまでは何もアクションを取らないといったようなルールを自分の中で設けることによって、高値掴みっていうのは防ぐことができますので、ぜひ今回紹介した3つの方法をですね、参考にしていただければなというふうに思います。はい、これは値動きの一つの例ですので、今回の動画の内容を元に皆さんでも検証してみてください。最後にダウ理論の3フェーズの図をもう一回見ていきたいと思います。上昇トレンドから下降トレンドに転換する場面に注目してください。加熱フェーズの後にディストリビューションフェーズっていうのがありますよね。で、ディストリビューションっていうのは分配だったりとかばらまくっていう意味を持ってます。何を分配するのかというと、持っているポジションを分配するんです。で、誰に分配するのかっていうと、高値で買ってくれる人に売りつけるんです。トレンドの初期から参加している人、このアキュミュレーションのフェーズから参加している人というのは、上昇トレンドが最終局面に差し掛かるのに伴って、たんまりと含み益が乗っている状態です。彼らは常に利益確定のチャンスを探しています。ですので、こういったトレンドの終盤で買ってくれる人というのは、トレンドの初期から参加している人たちにとってみれば非常にありがたい存在ということですね。で、こういうところで買うっていうのは、例えて言うならば、来週新しい家電製品のモデルが出ると分かっているのに、今日古いモデルを定価で買うようなもんです。皆さんそれをやりますか？で、今お話ししたようにトレンドの終盤だからあまり伸びないかもなと分かって取引するのはいいと思うんですけども、いつも高値掴みで終わってしまうという人はですね、こういう場面は避けるようにするのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、相場がいつもこのように分かりやすい三段上げになっているとは限らないですが、高値圏にあるときはこういう視点を持つようにすることをお勧めします。それでは今回の動画のまとめです。今回は高値掴み、安値掴みを防ぐ方法について解説をしました。高値掴みをしてしまう心理的要因としてフォモを理解する。それから高値掴み、安値掴みを脱するための思考として、大きく上がったら利益確定が入るかもと意識してみるという点。高値掴み、安値掴みを防ぐ方法としては、まず1点目として N を意識するということ。2つ目に半値を意識するということ。3つ目に3波が伸びきった後に注意という点ですね。いろいろな対策を紹介したんですけども、やはり大事なのは自分のルールを決めて、それを守るということだと思いますので、今回の動画の中で参考になるアイデアをピックアップしてもらえばというふうに思います。今回の動画に関連して合わせて視聴していただきたい動画はこちらです。動画のリンクは概要欄に貼っていますので、合わせて視聴いただくとより理解が深まると思います。また動画の内容が参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。